本動画の結論。バンブースタジオは使いやすく不具合も少ない初心者に優しいスライサーソフトを徹底解説。このチャンネルでは 3D プリンター関連の情報を配信していきます。本動画で一つだけでも新しい学びがあれば幸いです。皆さんはバンブーラブスタジオというスライサーソフトは使われていますでしょうか？結構使いやすく軽くていいなぁと感じました。今回いろいろ使ってみましたので、私なりにご紹介したいと思います。もしかするとちょっと解釈が違う点などあるかもしれませんので、そのあたりはご容赦ください。バンブーラブ製品を使い始めたばかり、スライサーソフトが気になるという方はぜひ最後までご覧ください。また、バンブーラブ A1 ミニという 3D プリンターのレビューも他の動画にまとめていますので、本動画の後にでも見ていただければ幸いです。それでは本動画のメニューは以下の通りとなります。1、バンブースタジオのダウンロードとインストール。2、準備画面の機能の解説。3、プレビュー画面の解説。4、バンブースタジオのいいところ。以上4つを詳しく解説していきます。それでは1つ目のバンブースタジオのダウンロードとインストールを解説していきます。バンブーラブさんのサイトにアクセスします。URL は概要欄にも貼っておきます。Windows か Mac かを選択します。今回は Windows をクリックします。するとインストールファイルがダウンロードされますので、それを実行します。もしダウンロードファイルが見当たらない場合は、Explorer のダウンロードフォルダに入っていないかを確認してみてください。するとこのようにウィザードが表示されます。NEXT ボタンをクリックします。I agree ボタンをクリックします。インストール先を変える場合は変更してインストールボタンをクリックします。NEXT ボタンをクリックします。このままバンブースタジオを起動する場合は一番上をチェックします。また 3MF や STL ファイルを関連付ける場合はそれぞれチェックを入れます。クローズボタンをクリックします。バンブースタジオが起動したら利用開始ボタンをクリックします。地域を選択して次へをクリックします。ユーザー体験向上プログラムに参加する場合はこの計画に参加するをクリックします。スキップすることも可能です。3D プリンターを選びます。バンブーラブ製品以外もクリエリティやアンカー、Anycubic 製がありますね。チェックされていることを確認したら次へクリックします。フィラメントを選択します。これもバンブーラブ以外もいくつか登録されています。よくわからない場合はそのままの状態で次へをクリックします。Wi-Fi、リモートコントロール、ライブビュー、ユーザーデータ同期を使う場合はバンブーラブネットワークプラグインをインストールにチェックをして完了ボタンをクリックします。トップ画面になります。必要に応じてサインインしたり、新しいプロジェクトをクリックして開始します。また、この画面では他の方が作った多色モデルなんかも見れますので、詳細を見てみると面白いです。それでは2つ目の準備画面の機能の解説をしていきます。新しいプロジェクトを開始すると、操作画面はこんな感じになります。一番上の部分には、準備、プレビュー、デバイスというタブがあります。先にざっくり言うと、準備タブでプリントの条件を設定した後に、プレビュータブでプリントの直前の確認をします。デバイスタブは遠隔操作を行ったり、カメラで画面を確認する場合に使います。パソコンと場所が離れている場合なんかには便利です。キャリブレーションタブでは調整に関して支援をしてくれます。手動キャリブレーションもここから行えるので、プリント品質が悪くなってきた場合には使うことがあるかもしれません。それでは準備タブについて見ていきます。最初はモデルの開き方ですが、STL データファイルを画面上にドラッグ&ドロップすることで配置することができます。もしくは上にある追加アイコンからでもファイルを指定することができます。左上のプリンター欄の歯車マークをクリックすると、プリンターを選ぶ画面を再度開くことができます。変更したい、追加したい場合はここから行います。そのすぐ下には機種ノズル系のテンプレートが登録されています。クリックしてプルダウンの中から該当する機種ノズル系を選択します。その右側にある編集ボタンをクリックすると、そのプリセットの詳細を確認することができます。正しいものが選択されていれば基本的に変更することはありません。その下のプレート欄ではプレートの種類を選ぶことができますので、該当するものを選びます。フィラメント設定欄は使うフィラメントを選択します。基本的には実際にセットしているものと同じ商品を設定しておきます。プラスマイナスボタンを操作すると追加したり削除することができます。
該当するフィラメントがなければ歯車マークをクリックして商品を追加したりカスタムフィラメントの登録なども行えます。また AMS マークをクリックすると AMS にセットしてあるフィラメントの種類を同期してくれます。ただしあらかじめデバイス登録をしておく必要があります。続いて左下のプロセス欄です。ここでは細かいプリントの設定をすることができます。例えばサポートをつける設定をしたり、積層ピッチなどの造形物の解像度を調整したりですね。高度な設定トグルをオンにすると、下の項目数を増やすことができます。あまり多くて迷ってしまう場合は、高度な設定をオフにしておきましょう。ここのプルダウンをクリックすると、パラメータテンプレートが登録されています。基本的にはこの中から希望のクオリティを選択して細かい調整をしていく流れになります。標準値は 0.2mm ですが、積層ピッチの解像度を上げて品質を高めたい場合は 0.12mm や 0.08mm を使います。選んだ後は項目を修正します。必ず修正する必要はありません。最初はそのままの設定でもいいと思います。このままスライス処理に進むこともできますが、今回は一部修正したので、そのプリセットを保存します。値を書き換えたら保存マークをクリックします。好きなプリセット名に書き換えて OK ボタンを押します。もう一度プルダウンをクリックして見てみると、保存したユーザープリセットがあることを確認できます。何気に元からあったシステムプリセットが上書きされないのは嬉しい点です。ひな形が上書きされてしまい、何が初期値だったのかわからなくなることはよくあります。プリセットの数は増えてしまいますが、個人的にはこっちの仕様の方がありがたいです。調整項目についてはたくさんありますので、少しずつ慣れていくのがいいと思います。続いてツールバーの解説です。自動向き調整のアイコンをクリックすると、こんな感じでおすすめの置き方にしてくれます。数が多かったり、置き向きに悩む場合に試してみるといいです。続いてこのように複数のモデルがある場合、すべてをレイアウトを使うと自動整列してくれます。値を変えるとモデル同士の間隔も調整してくれます。レイアウトボタンをクリックするとこのように整列されます。続いて可変積層ピッチという機能です。通常はプロセスで設定した積層ピッチの値が使われますが、この機能を使うと傾斜具合を判断して最適な積層ピッチを割り当ててくれます。まず可変積層ピッチボタンをクリックします。アクティブか滑らかめをクリックします。すると右側に最適化された層のピッチの細かさが表示されます。滑らかめの方はグラデーションっぽく自然な感じでピッチを割り当ててくれるようです。試しにプレビューで見ると層ごとに積層ピッチが変わっているのがわかります。ただ最終的にはご自身で確認してからプリントした方がいいと思います。続いては移動機能です。モデルを XYZ 軸で移動することができます。移動ボタンをクリックして値を変更しても移動できますし、マウスで矢印を掴んで動かすこともできます。続いて回転機能です。回転ボタンをクリックするとモデルを回転することができます。これも角度の値を入れるか矢印を掴むことで回転することができます。続いてモデルの大きさを変更する機能です。スケールボタンをクリックして値を変更すると縮小拡大をすることができます。またマウスで掴んで動かしても大きさを変えることができます。続いて置き向きを決めるのに役立つ底面選択機能です。底面選択のボタンを押すとモデルの周囲に面が表示されます。底面にしたい面をクリックするとこのように置き向きを変更してくれます。置き方を決めにくい形状の時にとても便利です。続いてカット機能です。モデルを分断してくれる機能です。カットボタンをクリックするとカット面が表示されますので、カットしたい位置に移動して実行します。置き向きに困ってしまう形状なんかはカットして個別にプリントした方が綺麗に出来上がる場合があります。続いてはサポートペイント機能です。これは手動でサポートをつける際に使います。画面左サポート欄のツリー手動を選択し、右上のサポートペイントをクリックします。サポートをつけたいところをペイントしてスライスすると、その部分だけサポートをつけることができます。また、オーバーハングをハイライトのつまみを調整すると、角度によって色付けしてくれます。これを目安にしてサポートを立てるか立てないかの判断をしてもいいと思います。続いてテキスト機能です。文字形状ボタンをクリックします。テキスト文字を入力してフォントやサイズ、太さなどを変更します。簡易的なものであればこのように文字を追加することができます。ですが動作が少し重くカクカクしてしまいました。続いて色付け機能です。組み立てボタンをクリックします。モデルを選択し上の好きな色をクリックします。
これでベースとなる色をつけることができます。続いて横の色塗りボタンをクリックします。ここで層ごとに色をつけたり塗りつぶしをしたりすることができます。つまみを変更すると層の高さを変更することができたり、円形や球体といった形状で色付けすることもできます。それでは3つ目のプレビュー画面の解説をしていきます。準備が完了したらプレビューボタンもしくは右上のスライスボタンをクリックします。しばらくするとスライスが完了してプレビュー画面になります。ここで各色のフィラメントの使用量を確認することができます。今回だとおよそ 21.74g のフィラメントを使うようです。プリント時間はここで確認することができます。今回は1時間15分になっています。また、色ごとにクリックできるようになっていて、表示したい色だけにしておくと、その色だけプレビューすることができます。余分なところを非表示にすると、こんな感じで白色だけ表示できます。続いては、ここのプルダウンをクリックして種類を選択します。ここにずらっと調整項目が並んでいます。見たいところだけチェックを入れると限定的にプレビューすることができます。例えば外壁だけにチェックを入れて他のチェックを外せば外壁部分のみプレビュー表示されます。外壁ってどの部分を指すのかわからないといった方にはこのやり方で特定することができます。スライサーソフトによって項目の解釈・適用範囲は違うことがあるのでこの画面で確認しておけば調整するときに役立ちます。あとは速度や積層ピッチ、押し出し線幅でもプレビュー確認することができます。それでは4つ目のバンブースタジオのいいところを解説します。まず1つ目は日本語対応している点です。日本語対応している上に変な日本語はあまりなかった気がします。初心者の方はやはり日本語がいいと思いますので、そのあたりも初心者にもお勧めできるポイントだと思いました。2つ目はソフトウェアが軽い点です。テキスト機能を使うときは重かったですが、それ以外はとても軽かったです。起動や終了動作も早く感じました。3つ目は不具合が少ない点です。ソフトウェアが軽いためか、強制終了やフリーズといった不具合は今のところ起きていません。4つ目はインターフェースが丁寧、操作が簡単な点です。画面操作の作り込みが丁寧で、また操作面も簡単に感じました。いかがでしたでしょうか？今回はバンブースタジオのダウンロード・インストール、画面・機能の解説をさせていただきました。今回はソフトウェアの方でしたが、バンブーラブ製品の品質はとてもいいと感じます。概要欄でもご紹介していますので、ぜひご確認ください。本動画は以上となります。動画の内容が良かったと思ったら高評価をお願いします。これからも 3D プリンターに関する役立つ情報を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。